皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 四国の高松駅です。前回の動画の通り、青春18切符で徳島県の鳴門からやってきたところです。今回は高松駅から帰り道の動画になります。さて、せっかくの高松、うどんをいただいて帰ろうかと思ったのですが、池の谷から高松へ向かっている道中、無人駅には音声とディスプレイの案内がありまして、瀬戸大橋線が強風で運転休止になる可能性があると知りました。ちなみに今日は12月31日大晦日なのですが、運休になると一応高松で年を越すことになります。それもまたいいかと思いましたが、家で年越しそばの準備もしてきたので、瀬戸大橋線が止まらないうちに急いで帰ることにしました。乗車するのは高松駅15時40分発の快速マリンライナー44号。駅前で撮影したりしていましたが、乗り継ぎ時間17分はあっという間で、慌てて改札口に向かい、マリンライナーに乗車します。マリンライナー開花席の普通車指定席です。指定券は高松駅で発見。いいご予約のチケットレス指定券は岡山まで210円と格安です。発車して間もなく高松運転所横を通過。サンライズ瀬戸が今夜の出発前に休んでいます。開花席の眺めは少し独特で、反対列車とすれ違ったり、駅到着時に半地下にいる気分になります。坂出駅15時54分発車。今回の四国滞在時間は5時間ほどでした。また来ますね。ご乗車ありがとうございます。快速マリンライナー44号岡山行きです。小島、茶屋町、早島、終点岡山の順に停まります。瀬戸大橋に入る直前、このコンビナートの付近はもともとあったバンノスという浅瀬を埋め立てて、そこにあった2つの島、三味島と清島が地続きになったそう。そこに瀬戸大橋を通したのですね。ということで瀬戸大橋を渡って行きます。開花石からの瀬戸大橋での眺め、一応瀬戸内海の景色は見えています。開花石の窓は車体の裾絞りに沿った角度がついているので、瀬戸大橋の真下の眺めも見やすいと思います。上の方からの眺望はこんな感じ。この形のインターチェンジは翡翠島のインターチェンジですね。もう一度下の瀬戸内海の水面を眺めまして、次に近づいてくる陸地は本州は小島半島です。和州山が見えますが、まもなく瀬戸大橋の部分は終わり、高架橋になって開花石は防音壁に視界を阻まれてしまいます。小島駅です。JR 四国の路線はここまでで、ここからは JR 西日本。乗務員の方も JR 西日本の方に交代します。こちらは茶屋町駅、宇野港線への乗り換え駅です。大晦日の夕方の時間とあってか、ホームに誰もいません。次の早島駅を出ると9分で岡山です。まもなく終点岡山です。お出口は右側。次に乗るのは山陽本線の16時44分発の姫路行き。国鉄型の黄色い115系電車が待っていました。発車を待っている間に隣の3番線に岡山止まりの特急やくも20号が来るというので撮影します。先に入ってきたのは仙台の快速マリンライナーだった213系。2両編成になって今でもローカル輸送に頑張っています。そしてヤクモ20号が入ってきました。スーパーヤクモな編成でした。他に撮影される方が何人かおられて、最後の国鉄型特急電車ということでその人気ぶりが伺えます。2024年春からは新型に置き換わり始めるので、私が見れるのもこの時がラストチャンスかも。時間になり私の乗る姫路行きも発車です。姫路までは1時間25分。
途中で日が暮れてしまいますが、頑張って撮影してみます。今乗っている115系電車も227系500番台に置き換えが始まっていて、この動画を出す頃には変わっているかもしれませんね。岡山駅から3駅目、9分で東岡山駅、赤穂線が分岐する駅です。駅を出ると MT54 型モーターが爆音を上げる音が聞こえてきました。このモーター音は黄昏時によく似合います。城東駅付近まで進行方向左側でほぼ並走していた山陽新幹線はここで離れて行きます。瀬戸駅を過ぎて万富駅まで来ました。万富駅までが岡山市内になります。赤岩市にある熊山駅を過ぎると進行方向左に岡山県の三大河川の一つ、吉井川の流れが見えます。吉井川の本流が離れ、支流の金剛川になってオレンジ色のガーター橋が見えます。これは1991年に廃止された同和工業片上鉄道線で、廃線跡がサイクリングロードになっているようです。同和工業片上鉄道の乗り換え駅だった和気駅。片上鉄道のホームだった場所は自転車置き場になり、ホームの痕跡の一部も残っているようです。1995年7月に撮影した和気駅の片上鉄道ホームです。ちなみに和気駅というと、寝台特急サンライズ瀬戸号がおはよう放送を流すのもこの辺りですね。もうすっかり暗くなった三石駅。この駅までが岡山県で、次の上郡駅までの間の花坂トンネルを抜けると兵庫県に入ります。そして上郡駅に停車。近畿地方に戻ってきました。こうして姫路駅着18時9分。同じホームの向かい側には次に乗る18時10分発の新快速安行がいました。姫路駅といえばホームの駅そば。夕方6時で夕飯にはちょうど良かったのですが、動画の冒頭の通り家で年越しそばの準備をしてきたので今回は諦めます。ということで姫路駅を発車。まだ家に着くまで2時間ほどかかりそうなので、高松駅で買っておいたお団子をいただきます。高知家と書いていたので高知のお団子なのでしょう。お団子の一つの大きさが大きめで、これだけでも結構お腹を満たすことができました。新快速は130キロ運転で夜の JR 神戸線を東へと駆け抜けます。西明石、明石、神戸、三宮、大阪駅には19時13分着。大阪駅でもやはり大晦日のこの時間帯は人手がやや少なめな感じでした。あとは大阪環状線で鶴橋へ。今回の青春18切符のスタートは鶴橋駅でした。11時間ほどかけてスタート地点に戻ってきました。遠出した後、鶴橋からはだいたいいつもは特急に乗りますが、大晦日のこの夜の時間帯はかなり空いていました。なので急行で帰ります。こんな感じで青春18切符の旅の4日目は終了です。今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。